妥協はしない。時間の許す限り極限までクオリティを高め続ける。それが小島秀夫のゲーム制作だ。2月25日、この日重要な発表があった。水曜日ぐらいまでチェック修正繰り返します。で木曜日、もしここで大きな修正がなかったらもうそれを金曜日にマスタリングしてファーストマスターは終わります。ファーストマスターとはハードメーカーに提出するディスクのこと。このディスクをもとにさまざまな検証が行われる。バグが発見されればマスターは再提出になる。だが社内の雰囲気は奇妙に明るい。小島監督にその理由を聞いた。ランナーズハイじゃないんですけど、ゲーム開発ハイみたいな状態になる時があって、もう楽しくてしゃあないんですよね。だから予定は予定であるんですけど、眠たくもなければどんどん仕様を入れて面白くして、次の日また面白くなってるんで、それは一人一人の意識として残るとすごいパワーになるんですよ。時間の許す限りクオリティを上げ続けるスタッフたち。空の色味をちょっと再調整してます。3度目の正直で滑り込みで調整させてもらってます。当然面白くしたいっていう気持ちはすごく強いので、これはちょっと押せばできそうだと思えばちょっとプログラマーの方に強引に割って入って無理やりお願いするということもあります。僕はプログラマーなんで、バグは当然直しますけど、その他にも自分でここみっともないなみたいな部分は、ギリギリだろうと直したりしています。ゲームってもう最後の最後にまとまってくると出来上がっていくものなんで、ちょっと出来上がってくるとテンション上がってきますよね。製品のスケジュールを見て立ち止まることも一つの勇気だとは思うんですけど、でもそれをもし頑張って入れられるものならいいものになるって時に、できるだけいいものにしたいっていうのはやっぱりどうしてもスケジュール関係なく出てきますよね。その思いがゲームのクオリティを急速に高めていく。すごい。あそこはですね、ヘリに乗ってるスネークの顔が一瞬 MGS1 の頃のローポリゴンの顔から始まるというちょっとした小ネタなんですけど、とりあえず何でもいいからやってみようということでスタッフに依頼したんですよ。そして1時間後ぐらいに「できました」とかいきなり言われて、で見に行ったらモーフィングみたいな感じで、サクッとできてるんですよ。あっこから始まる。モーフィング？違う。あっこから始まる。ふわって言った時にもう顔が出てヒュッと変わるから。最初のサニーちゃんの声はちょっとすごく心を閉ざしてる感じで、あと割とドスの効いたというか低い声だったんで、表情もそれに合わせてちょっと暗い感じの、ムッとしたような顔だったんですけど、2回目はちょっともっと悲しそうなっていうか寂しそうな顔になったし、笑うところももっと柔らかい感じの笑い方になったんで、ちょっと可愛く見えるようになったと思います。やはり時間も労力もかかったので、その東欧のラスト米軍がリギッドを囲むところをちょっと見ていただきたいなと。表示しているキャラ数ですとか、あとエフェクト数、あと街並みもかなり大掛かりなものになってまして、もうかなり大変な作業にはなったんですが、なんとかメタルクオリティのものに達しているものが出せたかなと自分では自信を持ってます。メインはシャドウ・モセスのステージリーダーということで、ステージをまとめさせていただきました。雪の質感があんまり出てなかったんで表情をつけてって、空も吹雪と雰囲気がすごく合うようにしています。一人一人の粘りがゲームをより面白くしていく。そして2月29日、
この日無事ファーストマスターが完成した。3月10日、この日は初めて海外メディアを招いてのモニター会。世界中のプレスが驚きの声を上げる。小島監督はパーティーにサプライズ登場。本当に人を驚かせるのが好きな人だ。最後にこんな質問をぶつけてみた。まだちょっと決めてませんけど、若いクリエイターにディレクションを委ねて、僕は一歩引きながら、新しいメタルギアの誕生をこう一緒に見ながらっていう、そういうイメージ。次回は、プロデュースをしながら、自分のゲームはオリジナルの全く新しいものを、それこそ10年ぐらい前の企画なんですけど、それが一番濃いんですよね。実現するとしたらどうやって作ろうかなとか、あるいはその背景をもっと調べないといけないんで、いろんな本も読まないといけないですし、取材もしないといけないんで、それをこういろいろ考えながらやってるとこう時間がすぐ経ってしまうので、なるべく考えないように、今はメタル本のことだけ考えながらっていう感じです。小島監督は本作でメタルギアを離れ、新たなゲーム開発に向かう。だがメタルの遺伝子は語り継がれ、次の世代に受け継がれるだろう。花が種をまくように思いは残される。